こんにちは、アンナスです。今日もセリアのキットをアレンジします。刺繍図案プリントクロスリースフラワー上級の麦の穂っていうのをやってみようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではリースフラワーの麦の穂ですね。リースフラワーシリーズなんですよね。だからこれ前回のグリーンリース緑のやつと同じシリーズなんですね。ここにちらっと絵が入ってますけど、で今回は麦ね麦どうなんですかね。これはねレゼーデージステッチでやってます。あとアウトラインと、ここは穂はなんだろう。穂はねストレートステッチの3本取りですね。なんかすごいモコモコしているように見えますけど、そうらしいです。で今回もちょっとだけ、もうそんなに触らない予定なんですけど、ちょっとだけ修正しようかなと思います。穂はもうそのままにします。でここになんかちっちゃい葉っぱがあるんですけど、これを、いつものようにこう丸に変えて、なんか木の実みたいにしようかなと思います。なんかこれに4箇所でこう同じものが繰り返しコピペで描かれているんですけど、全部葉っぱの形を丸に変更してください。4箇所しかないんですね。であとは葉っぱのところは普通に葉っぱとしてレゼーデージで刺してもいいかなと思ってます。でここは穂もちょっと違うんですけど、そういうステッチでちょっと今から説明します。ここからやってみようか。どうしよう。ちょっとこの普通に上向いている方からやります。で刺繍糸はちょっとこんな感じにしてみます。穂の部分が黄色、ちょっとパキッとした感じの色味です。あんまりナチュラル系ではないですね。で、私は6本取りなんかいろいろ本数は書いてあったんですけど、ちょっと本数は変えます。で6本取りで玉留めで始めます。で、針目の長いフレンチノットステッチっていうのをやってみます。まずこの先から針を出して、でフレンチノットをします。いつものように空中で2回巻いて、で刺すんですけど、同じ穴じゃなくてこの穂の先のところに刺して引き絞って、で針を後ろから引っ張ってこうすると、針目の長いフレンチノット、なんかちょっとこうですね。はい、こういう感じでフレンチノットの先に棒がついたような状況になります。なんかここにね穂の点々点の部分があるんで、それをフレンチノットで表現しようかなと思います。空中で2回巻いて、この根元の方に刺してから引き絞って、ちょっともう出来上がった状態を作って、で裏から引っ張るとこんな感じ。ちょっと重なっているところはなんか微調整してください。この最初のやつがこのフレンチノットの裏の玉留めがちょっと浮いてますね。しょうがないですね。じゃあこれで、
どんどん。もうこの線の通り刺していて、この中のちっちゃい逆のハの字の点々はもう無視してフレンチノットを入れてあげてください。でもしフレンチノットが入らなさそうだったら、この数入れなくていいと思います。ちょっとね、この数多分入らないかもしれないんで、そこは微調整してもらってやっていってください。穂ができたので、今度は茎を刺繍します。アウトラインステッチで、なんか先に茎を全部やっておくべきですね。これはめ直すと結構ぐちゃぐちゃにはならないけど、ちょっとやっぱ肩がつきそうなので、4本取りでアウトラインステッチをやっていきます。で、なんかね、ところどころ絵が途切れてるんですけど、これ全部くっつけてください。なので穂とかも結構下の方までやったんですけど、できるだけ全部くっつけて、ここなんか切れてるのは葉っぱかな、なんかここにちょっと葉っぱがあるんですけど、でもこれはなんかここにつないだ方がナチュラルっぽいので、ちょっと先に出して前のステッチの半分ぐらいのところの糸の下に針を刺します。これの繰り返しですね。これで私ここやってないんですけど、この穂に対する枝は全部茎です。茎はアウトラインステッチでやっていきます。はい、できたので、できたんですけど、なんか作ってみたらちょっとここが空いてるかなと思ったんで、麦の穂だからちょっとこう縦長の細長い葉っぱですよね。なのでここに足します。ってことは、この修正した実のすぐ横のここの枝分かれしたこの辺ぐらいから全部葉っぱを足してください。縦長の葉っぱですね。で、縦長の葉っぱはサテンステッチで埋めていきます。なので、2本取りで真横に刺していくとすごい大変なので、最初に基準を入れて左右埋めていくんですけど、ご覧の通りかなり斜めに入れています。で、斜めにずらしていくので、隣に刺す時もちょっと離して刺す。で、針を入れる時もちょっと離れたところに刺すっていう感じで、こうやっていくと、糸の端が頂点になるんで、先の尖らせるのも結構簡単にやりやすいっていうことになります。で、半分できたらまた続きをやります。はい、ここの葉っぱができたので、今度はこの葉っぱを実に変えたんですね。丸いのに変えたので、サテンステッチで丸を埋めていきます。これも真ん中に基準1本入れて、上半分と下半分を埋めていきます。で、この後またこの穂の茎と同じように、ここも4本取りのアウトラインステッチで、葉っぱを埋めていきます。はい、丸いのができて、そこに茎を4本取りでアウトラインで足してます。で、反対側の葉っぱも4本取りの茎をしました。で、この葉っぱを、レゼーデージステッチの
同じ4本取りで作ります。でここに刺して、でこれをこう左右たくさん作っていきます。同じ穴に刺して頭を出して糸をかけて上に引っ張る。結構もうしっかりめに引っ張っといてください。はい、葉っぱができたんで次に行きます。で、ちょっとこの辺を曖昧にしてたんですけど、なんかこう刺繍してみてもうちょっとピンクの木の実があると可愛いかなと思ったので、左側の葉っぱを全部丸に置き換えます。で、右の葉っぱの先に1個葉っぱ足しといてください。で、ここのなんかちびっこの葉っぱ、これは、この主線のなんていうの、麦の茎につなげて、でこの緑の葉っぱをやっていこうかなと思います。ということで、あとは一緒です。丸やって茎で、あとこの同じ葉っぱを2つここに作ります。で、そうそう、ここの麦の一番下にもう一回麦が引っかかってるんですけど、この麦も方をちょっとつけてあげてください。なので修正をちょっとさらに加えて刺して、はい、ではこんな感じに仕上がりました。穂の部分なんですけど、説明の時は黄色で刺してたんですけど、なんか飾る時に可愛く飾りたい、部屋に馴染む色の感じで飾りたいと思ったんで、ちょっと色をなくしました。なので黄色とピンクもすごい気に入ってたんで、パキッとした感じが好きな方は黄色でやってください。私はベージュっぽい色に変更しました。で、裏に布を挟んで、枠で仕上げていきます。なんかいつもパネルだったので、ちょっとパネルはもう飽きてきたんで、これはうちのネットショップでは売ってないんですけど、なんか作品作るように個人的に買ってたやつを、なんかこれが良かった、ちょうどいいのかな、もう一回りぐらい小さいのがあると良かったんですけど、ちょっと今手元にあるのでちょうどいいのもこれしかなくて、で枠をしっかり締めて、でシワになってるんで、もう下の布ごと引っ張ります。アイロンはしてあります。まあね、刺繍が混み合ってるところって結構シワになりやすいんで、もうここはしょうがないかなと思います。あとはもうこうやって細かく伸ばしていくしかないです。はい。でね、これが結構ギリギリなんですけど、こう内側になんかよくボンドとかで貼ってる動画とかも、なんか外人のなんで、日本人はあんまりそういう大胆なことはしてるの見たことないですけど、ボンドで貼ってもいいかもしれません。もうなんかこんなにギリギリなんで、ちょっと端っこの方縫えないんでね。で玉留めして、ちょっとこの角だけ落として、で並縫いをしていきます。はい、一応玉留めしてギュッと引っ張って玉留めしただけなんですけど、
結構ギリギリなんですけど、一応表から見るとなんとかいけてるので、ボンド貼ろうかと思ったんですけどやめました。なのでもしなんか違うものに作り変えたいみたいな、やっぱパネルにしたいとかっていうのであれば多分大丈夫。まあちょっと角を落としたんでパネルは無理かなと思うんですけど、なんか仕立てるとかだったらねいいかなと思います。例えばここだけギリギリで切ってカバンにアプリケみたいにつけるとか、パッチワークしてつけるとか、そういう感じだったらいけるかなと思います。もう枠にはめるね、あっという間でしたね。はい、ぜひ皆さんも作ってみてください。はい、以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。